アズールレーン、プリンツオイゲンを作る第11話。こんばんは。小松です。今日は、まず、このパーツから塗装していきます。サフを吹いて、グレーで塗装した後、墨入れを行った状態からスタート。エナメル溶剤を浸した綿棒で墨を拭います。綿棒が入らないところは、平筆を使って墨を除去します。墨入れが終わったら、艶消しを吹いて、金属パーツを瞬間接着剤で取り付けます。支柱となるパーツは、金属シリンダーを追加で取り付けたくなったので、ちょっと改造。マルハの彫刻刀でパーツを削り、金属シリンダーを埋め込みます。支柱の先には、かなり重量のある乾パンパーツがつくので、ステンレス棒をシリンダーに埋め込んで補強します。第7話で作った小型の金属シリンダーも埋め込みます。キットにもパーツが付属しているのですが、パイピングには自由自在という被覆が巻かれている針金に置換することにしました。形状を作りやすく、被覆のカラーバリエーションが豊富なので便利です。これをカットし、先端にジョイントに見立てた金属パーツを取り付ければパイプパーツの出来上がり。支柱パーツに取り付けます。これを2本作成しました。支柱パーツの下側のパイピングは黒なのですが、残念ながら売り切れ。熱収縮チューブを入れることで黒パイプにしてしまいました。ただ、これは、これでセミグロスブラックのような色合いになったので、割と気に入っています。パイピングが終わったら、根元パーツを組み立てます。これで関節パーツ、完成です。メカメカしい感じになりました。では、次は、腕パーツの塗装に入ります。今回鉄十字のマスキングには、長谷川の 0.2mm マスキングテープを使っていきます。今回の鉄十字は、R の小さい曲線が多く、マスキングに難航。最終的に、このマスキングテープにたどり着きました。クレープ紙という紙を使ったマスキングテープで割と伸びやすく、非常に細いので曲面に馴染みやすいという特徴があります。マスキングテープで縁取りができたら、マスクザルを使って囲った部分をマスキングします。
白塗装を行いました。ここでマスキングを剥がします。特に問題なくマスキングできました。この白色は鉄十字の縁取りなので、さらに外周をマスキング。服の灰色を塗装します。服のシワはエアブラシでシャドウ拭きを行い、陰影を強調しておきます。今度は服の赤を塗装するために再びマスキングを行います。0.2mm の長谷川マスキングテープと一緒に 0.3mm を購入したのですが、これがなかなか使いやすい。今後活躍してくれそうです。広い面は 10mm や 5mm のマスキングテープを貼り付け、最後にマスクゾルを塗ればマスキング完了です。赤色を塗装します。先ほどと同様にシャドウ拭きを行い、乾燥させたら、服のシルバー部分を塗るため、再びマスキング。シルバー塗装にはメッキシルバーを使いました。塗装ができたので、マスキングを剥がします。このところ、湿度が非常に高いので、夜だったり日中の湿度の低い時間を狙って塗装をしているのですが、いつも以上にマスキング剥がしは緊張しますね。幸い、剥がれなどもなく、綺麗にマスキングができたようです。マスキングがうまくいったので、引き続き艶消しクリアを吹きます。艶消しクリアが乾燥したら、金属パーツを取り付けて完成。次は手を塗装します。サフを吹いた状態から、まず灰色を塗装。シャドウ拭きを行い、乾燥したら、長谷川のマスキングテープを使ってマスキングを行います。ゾルが乾燥したら赤を塗装。シャドウ拭きを施します。塗装が乾燥したらマスキング剥がし。
きれいに色分けができました。墨入れを施します。最後に艶消しクリアを吹いて完成です。次は足のパーツを塗装していきます。先に簡単なシールドパーツの塗装から。シルバーを塗装したら墨入れを行います。シールドパーツは艶消しではなく、クリアを吹いて完成させました。では、足の塗装に入ります。先に白を塗装、その部分をマスキングします。マスクゾルが乾燥したら、次は黒を塗装します。再びマスキングをして、黒塗装部分をマスク。最後にシルバーを塗装します。塗装が乾燥したらマスキング剥がし。塗装完了です。引き続き、つま先の塗装を行います。サフを吹いた状態から黒を塗装、マスキングを行います。鉄十字の部分は、腕パーツ同様長谷川のマスキングテープでマスキングを行います。マスキングができたら、白塗装を行います。塗装が完了したら、マスキングを剥がして確認。
多少マスキングをミスりましたが、後で修正するとして白塗装をマスキングしていきます。赤を塗装した後、マスキングを剥がします。マスキングを少しミスったので、エナメルで補修しておきます。かかとのシルバーを塗装するため、マスキングを行います。シルバーを塗装。塗装が乾燥したら、マスキングを剥がします。いつもの墨入れブラック入り水筆を使って墨入れを行います。墨入れが完了したら、艶消しクリアを吹いて塗装完了。瞬着を少しつけ、足に金属パーツを取り付けます。金属パーツを取り付けたら、先ほど作成したシールドを取り付ければ完成です。ということで、ここまでできたパーツを組み立ててみました。次回、残りのパーツを塗装して完成です。まだ台座とドッキングしていないので、最終どうなるか楽しみです。それではご視聴いただきありがとうございました。次回最終回もお楽しみに。